はじめまして、国際日本文化研究センターの榎本渉と申します。よろしくお願いいたします。私の研究テーマは日本の国際交流の歴史でございます。時代で言えば平安時代794年から1185年、次いで鎌倉時代の1185年から1333年の時代のあたりを研究しております。今からはだいたい700年前から1200年前の頃ということになります。この講義ではこの時代の日中交流の概要に触れた上で、前半では鎌倉時代における中国文化需要層の広がりを見ます。そして後半では中国文化が最初に上陸した土地である九州の特異性について確認してみたいと思います。日本の歴史に知識のある方々ならば、前近代の国際交流としてはまず遣隋使や遣唐使が浮かんでくると思います。遣隋使遣唐使は西暦600年から838年まで200年以上、日本から中国に派遣された外交使節で、日本はこれを通じて中国から日本にない珍しい物産や書籍工芸品を入手したり、新しい文化を学んだりすることができました。律令という中国の法律体系や儒学仏教などの高度な思想、その他建築絵画工芸などさまざまな文化を日本はこの時代に学び取りました。しかし遣隋使遣唐使は確かに日本に多大な影響を与えましたが、決して頻繁なものではありませんでした。特に日本と中国の関係が安定した奈良時代以降については約140年間で7回しか派遣されていません。平均すれば20年に1回派遣されたことになります。なんとオリンピックの5分の1の頻度でしか派遣されていないということになります。この時代の日本と中国の間に日常的には交流は存在せず、遣唐使の派遣も非常に限定的な機会にのみ催された国家イベントに過ぎなかったと言えます。日本という国家はこの限られたイベントを利用して効率的に文化を導入してきました。遣隋使遣唐使があくまでも国家のイベントだったという点はここで強調しておきたいところです。遣隋使遣唐使の船には文化を学ぶために乗船する者もおり、長期留学をする者もいました。彼らの物品の購入費や留学の経費などは国家が負担しました。これが現代の留学と異なるのは、あくまでも国家のための中国文化の導入を目的としていたということです。だからこそ国家は彼らの活動に対して経費を負担しました。民間人が自由に乗船し、外国に旅行し滞在できたわけではないということです。遣唐使が目指したのは国家の指導による文化習得であり、究極的には国家の統治体制の整備でした。その成果が民衆に対して示されることはあっても、民衆のための文化需要という発想はそこにはありませんでした。遣唐使は平安時代初期の838年に派遣されたものが最後となり、894年にも計画はされますが実現はしませんでした。しかし日中交流が断絶したわけではありません。平安時代になると九州北部に朝鮮や中国の貿易商人がやってくるようになるのです。これは国家主導の交流とは大きく異なり、主体は外国の民間人を中心とした交流でした。日本の国家は九州を管轄する役所である太宰府を通じて彼らを管理して、で必要とするものを購入しました。太宰府は今の福岡県にあります。商人は太宰府の管理下で今の福岡にあった太宰府航路館やその東にある博多に滞在して取引を行いました。こちらは9世紀の東アジアの地図です。中国には唐、朝鮮には新羅があり、そこから日本に来た商人は今の福岡県にあった太宰府の管理下に置かれて取引を行いました。こちらは福岡県の周辺の地図です。この中で平安前期中期には太宰府航路館が、平安後期には博多が貿易商人の受け入れ地になりました。これらを管理する役所である太宰府はこの地図でいうと右下の方にですね、
あるいは少し内陸の方にあったということがわかると思います。この中で、太宰府航路館があった場所は江戸時代には福岡城が築かれました。現在はその跡地で発掘が行われており、一部は写真のように展示館として公開されています。ここでは陶磁器など、焼き物ですね、焼き物など、中国系遺物が大量に発掘されており、貿易商人の滞在を反映しています。さて本題に戻りますが、この貿易商人の出現は日本の国際交流の形を大きく変えました。国家は貿易商人から外国製品を入手し、また貿易商人の船を利用して留学生を派遣しました。しかも貿易商人は毎年のように日本に来たので、日本は遣唐使の時代よりもはるかに頻繁に外国製品を入手したり、留学生を派遣したりすることができるようになりました。実際に遺跡の発掘成果によれば、遣唐使が亡くなった9世紀後半以後の遺跡からは、むしろそれ以前よりもはるかに多くの外国製品が出土します。少なくとも経済的交流の面では、遣唐使時代よりも貿易商人の時代の方が盛んな交流があったわけです。このため日本は国家として遣唐使船を派遣する必要性が薄れ、838年で遣唐使の歴史は終わりを告げることになります。貿易商人は最初に国家との取引を行うことが定められていました。それが終わると民間との取引も認められました。平安時代の日本国家は貿易商人との取引を優先的に行いましたが、その目的は国家が必要とするものを確保することであり、貿易の独占は考えていません。こうした体制の下で民間人も海外の貿易商人と触れ合う機会を持つことが可能になりました。11世紀後半以後、平安後期から鎌倉時代、さらに南北朝時代には貿易の場は太宰府航路館から博多に移ります。12世紀半ば頃までは太宰府が引き続き貿易の管理を行っていましたが、鎌倉時代になると貿易の管理自体がなくなり、自由な民間交流が実現するという過程をたどります。なおこの時代の中国は宋という時代になります。日本にやってくる貿易商人は大部分が宋の商人となりますので、以後日本に来る貿易商人のことをこの授業の中では宋商人と呼ぶことにします。平安後期の博多の遺跡では、一箇所で数万点規模の中国製陶磁器の破片が出土することがあります。同時代の日本国内の他の遺跡では、中国製陶磁器は出土しても数片から数十片というのが普通で、博多の出土規模は圧倒的なものです。また最近博多では11世紀後半から12世紀前半頃に海岸に設けられたとみられる石積みが見つかっており、貿易と関わるものと考えられています。こちらがですね、ちょっと前に、私が現地に行って撮影してきた写真でありますが、左の写真がその石積みであります。もう一列に並んでいる様子がわかると思います。右上その一部を撮影したものでありますが、この黄色く囲んだ丸の中ですね、これを拡大したのが右下の写真で、ここら辺なんかにはですね、当時の中国の陶磁器、白磁と呼ばれるものですが、それがですね、破片がこうやって挟まっていたりしましてですね、大体この時代、こういう焼き物がですね、焼かれた頃にですね、作られた石積みであるということがわかります。第2章に移りますが、鎌倉時代の東大文化需要というところですね。この遺跡からの出土遺物を見る限り、貿易拠点が博多に移ったこの時代に、日本の対外貿易は量的な拡大を遂げたようであります。しかし私がむしろここで強調したいのは、平安時代と鎌倉時代の、文化需要のあり方の違いです。すなわち平安時代には確かに民間貿易を通じて外国製品が日本にやってきて、その一部は民間取引の対象にもなりましたが、しかしその需要層は主に貴族や大規模な寺院神社などで、扱われたものも陶磁器、織物、薬や書物など高級品、贅沢品に属するものが中心でした。
もちろんこうした外国製品の流通は鎌倉時代にも拡大します。例えば中国製陶磁器は鎌倉時代になると、特に西日本の遺跡では地方の集落遺跡でも出土します。需要する地域や階層に広がりがあったことも想定できます。しかし鎌倉時代にはそれとともに、より日常的に用いられるものも輸入されるようになります。その代表として挙げられるものに宋銭、つまり宋代中国のコインがあります。日本にはもともと国内で作った皇朝12銭と呼ばれる、和道開珍以後のですね12個の銭がありました。しかしこれらは11世紀には使われなくなりました。ところが12世紀後半になると京都や近畿地方でこの宋の銭、宋銭が使われるようになります。そして13世紀から14世紀にかけて、基軸通貨となっていきます。鎌倉時代の宋銭は荘園の年貢などにも用いられた上、都市での物品の購入にも広く用いられました。これは貴族や上級武士だけでなく一般民衆によっても日常的に用いられています。宋銭は言うまでもなく中国からの輸入品です。ごくありふれたものであるためあまり意識されませんが、鎌倉時代は外国から輸入されたコインが日本の通貨として日常的に用いられる時代でした。平安時代には見られなかった現象として、鎌倉時代には中国由来の生活文化の広がりがありました。例えば茶を飲む喫茶文化は日本ではすでに遣唐使の時代に紹介され、朝廷の儀礼などで用いられましたが、それは唐の時代の飲み方でした。宋の時代の飲み方について記す最初の文献資料は、宋に留学した僧侶栄西が1211年に書いた喫茶養生記であります。この本は鎌倉幕府将軍の源実朝に献上されてもいます。この段階では宋式の喫茶文化は未だ一部の僧侶や上級武士だけが知るものでありましたが、鎌倉時代後期に入るとこれは地方武士や都市民にまで広く行われるようになります。鎌倉時代には日用品にも中国の影響が現れます。その一例として、ちょっと地味なんですが桶をですね、見てみたいと思います。この液体を保管する木製品である桶は大きく分けて曲げ物と結物があります。例として、右下に14世紀初めに書かれた一辺上人絵伝を、転載しましたが、曲げ物は薄い板を丸く曲げて閉じ合わせた。でそれを側面としてそこに底板をつけたものです。板をこうやって曲げるわけですね。だから曲げ物と言います。この絵の中でも曲げ物が書かれている部分があります。これに対して、ですね、短冊状の板をですね縦に並べてそれを丸く並べてですね、それを結ってですね底板をつけて作ったものが結物と言いまして、結物の桶を結桶とも言います。要するにですね、曲げ物と結物では板の使い方が90度違うわけであります。このうちで、曲げ物はすでに弥生時代にはもう使われていたことが確認できますが、結桶は宋代の中国が発祥と、考えられており、日本では13世紀以後、鎌倉時代以後に使われるようになります。ここからは中国から伝わった新技術が日用品にまで影響を与えていたことを知ることができます。ちなみにこの一辺上人絵伝ではですね、この右上の方にある桶がですね、これは結桶、板が何枚も横に並んでいる、こういう構造をとっているものでございます。以上のように鎌倉時代は、中国の日用品や日常的な文化が広い階層に影響を与えた時代でした。ここで取り上げたものは美術作品とか文学思想などの影響と比べると地味なものでありますが、その広がりを考えれば重要性は低くはありません。中国文化需要の歴史において鎌倉時代は一つの活気であったということができます。ただ私は鎌倉時代の日本で実現した全国的な中国文化の需要を考える場合には、もう一つですね、文化の受け入り口である九州の状況も見る必要があると考えています。この点について、
講義の後半で見ていくことにしたいと思います。